こんにちは。今回は以下の3本からお送りします。これにしか興味がないよ。という方は概要欄からタイムスタンプをご利用ください。最初は乗り物について解説します。NTE のマップはかなり広大で基本的には乗り物を利用して移動することになります。乗り物はバイクと自動車の2種類が存在し、イベントでの入手やゲーム内通貨を使うことで購入することができます。ちょうど私の愛車がボロボロなので、まずは修理しに行きましょう。自動車を購入するショップとは別に、自動車を改造、修理できるショップが存在します。今回はこちらのショップに向かいます。所持している乗り物はショートカットから目の前に召喚することができます。先ほどの車はボロボロだったので今回はバイクで向かいましょう。GT なんとかみたいに乗り物に乗るとカーラジオが流れます。某権利団体からのご指摘が怖いので今回は停止させます。ちなみに乗り物ごとに性能差は細かく設定されていて、バイクは加速、最高速度ともに優秀ですが、衝撃にはかなり弱いです。さて、改造ショップに到着しました。ダイナミックに入店してやりましょう。改造及び修理は店員に話すことで行えます。これが現在所持している乗り物の一覧で、自動車の左下に残り耐久度が表示されているのがわかります。修理は育成に使う通貨とは別のゲーム内通貨を使用します。家具や車など育成以外のほとんどの要素はこのファンスという通貨を使用するため、ファンスを貯めることはこのゲームの第二の目的だと言えます。次に自動車の改造を紹介します。自動車の改造は先ほどの画面より、改造を選択することで行えます。乗り物によって改造できるパーツは決まっていて、例えばこのタイヤは雨や湿地に強いタイヤになります。また、乗り物は塗装を行うこともできます。自動車の改造はかなりのファンスを使用するので、自動車好きは常に金欠に悩まされることになりそうです。また、エンジンを付け替えることで最高速度を上げることもできます。愛車の修理が終わったので、早速自動車ショップまで車で向かいましょう。運転、乗車と選択肢がありますが、乗車を選択した場合、マルチプレイ時に助手席に座ることができます。今回はシングルなので運転を選択。言い忘れていましたが、左ハンドルです。ちなみにキャラクターの好感度を上げることで、所持キャラクターを助手席に座らせることができます。また Z キーを押し視点を変えることで車内の様子を確認することもできます。投稿者の愛車は、この一人称視点のせいでボロボロになりました。では車を買いにショップへと向かいましょう。今回紹介するショップは現状 NTE で一番高価な車を売っているショップです。紆余曲折ありましたが無事到着しました。こちら、レガリア、になります。手持ちのファンスは600万円ほどですが、果たして一番高い車は買えるでしょうか。私は車に関しては詳しくないので、あまり適当なことは言えないのですが、有識者から見て、このデザインはどうでしょうか。この車は好きな人多そうですね。これが作中最高額の車です。私の手持ちの600万ファンスは初日から貯め続けたものなので、本サービスで1000万貯めるとなると1ヶ月以上はかかると思います。車好きな人はぜひ、高級車の購入を目指してみてはいかがでしょうか。以上、乗り物の紹介でした。次はキャラとの触れ合い要素です。メニュー画面から絆を選択します。絆ではキャラにプレゼントを送ることができ、好感度を上げることができます。好感度を上げることで、できる触れ合いの種類も増えていきます。今回は7里を選択。自宅から突然ワープしたかのような服装の7里が出現しましたね。この状態でインタラクトを選択。交流アクションと単独アクションと書いてあるタブが表示されました。今回は交流アクションから手をつなぐを選択します。手をつなぐ状態ではキャラクターと手をつなぎ、一緒に歩くことができます。ジャンプなどは行えないので基本的には撮影用でしょうか。次はハグを選択してみましょう。こういうことも起こります。家でのみ行える触れ合いを紹介します。まずはじゃんけん。
ゃんけんにも安全性を求められる時代みたいです。気を取り直して。今回はチョキを選択します。じゃんけんパン。牛がかかってこい。まさかの闇のゲーム形式。じゃんけんパン。いい勝負っすね。よし、もうい。じゃんけんパン。牛がかかってこい。以上、じゃんけんでした。耳かきについても紹介したかったのですが、録画データが見つからなかったので、本リリース時のお楽しみということで。最後に NTE の推奨スペックについてお話しします。正直に言いますと、NTE のプレイにはある程度高性能な PC、またはスマホが必要となります。ベータテスト時点の推奨スペックにはなりますが、CPU は i7 の12世代以上、GPU に至っては RTX 3060以上が要求されます。これはあくまで中画質を維持するためのスペックで、手持ちの RTX 3060と今のグラボを付け替えてプレイしたところ、プレイに支障が出るようなカクつきはありませんでした。まあ低画質設定だとしても十分に綺麗なグラフィックではあるので、グラフィックの上限が高い、というのが正解かもしれませんね。スマホ版に関してですが、PC 版と同様にかなり高いスペックを要求されます。またスマホ版のベータテストをプレイした友人曰く、PC 版と比較してスマホ版は圧倒的にグラフィックが落ちている、とのことです。いやまあ、当然といえば当然なのですが、個人的には PC 版でのプレイをお勧めします。NTE に向けて、PC やスマホを買い替えたいけど、わからない、という方は、お気軽に私の Twitter までリプライください。PC パーツについてある程度の知識がありますので、お力になれると思います。以上推奨スペックについてでした。いかがでしたでしょうか？録画ファイルを継ぎ合わせて編集している動画ですので、説明不足な部分もありますが、NTE の面白さについて伝えられるよう、可能な限り努力いたしますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。